こういう絵の方が視線に動きが出るんですよね。まずここのコントラスト邪魔な気するんですよね。どすこいサイドがめちゃくちゃ切れてるから。ちょっと見させていただきます。なんか、コンセプトアートチックな感じでいいよね。プロのイラストレーター目指していて、ネグ先生の講座や動画で日々勉強させていただいております。で、こういう風に視線の動きを意識して作ってるところ、山とかを使ってね。っていう風に、画面の視線誘導を行ってるっていう、ちょっともったいないなって感じるのが、視線誘導のこの視線の移動を行っているんですが、この中でその視線がとどまりやすいポイントが、圧倒的にここすぎるっていう。こっちに視線誘導、一回こっちに視線誘導したんやったら、例えば、こっちの方に、なんかもう一個特徴的な、なんか中国の、どんな建物って。あ、首里城聞いたことある。それ沖縄。イラストレーターに恥かかせるのやめてもらえるかねえ、今すごい恥ずかしいんやから。よかった。カメラ出してなくて。ちょっと、耳赤なってたらどうするんですかって。で、これちょっと薄すぎなんですけれども、そういう場合ちょっとね、一旦こう濃くしてあげて、で、その上で、この下の方にはこう、下の方からね、霧が迫ってってるようなこんにちは。これ一色で描いてもいいんやけど、ちょっと、こういうシルエット作った後に明るい色を取って、この辺の明るい色を取って、光が一応当たってますよっていう、とこを、ね、こんな感じで。この、ぼかしブラシでちなみにぼかしサラマンカです、これ。ぼかしサラマンカでこう伸ばしてあげるっていうやり方でも、こんな感じでね。下の方をね、消えていかせるような。うん。で、その上からこう、霧とか、でもいいんじゃないかなーって。一番手前にあるものって、ここが一番手前なんですよね。次が、ここですよね。で、ここが手前で、こっちが奥なんですけれども、コントラスト的に見たら、ほぼ同じなんですよね。空気遠近法をもうちょっと効かしてもいいかなっていうところがあります。で、この遠近感をまずコントラストでつけたいのと、この辺がぼやけてることによって、それがこの遠近感が伝わりづらいっていうこともあると思います。で、こんな感じで、範囲選択して、で、空気の色取って、血をこういう風にかけるみたいなね。このスカートと背景が同化してしまっている。そこに前後感を作ってあげるためのこの背景ですか。これ人物とこの背景の間にも、ほいで、この辺も、コントラストが手前と同じやから、若干色下げてもいいかなっていう。まあ、これだったら全消しやねんけど、そのレイヤーの、不透明度をちょっとね、こう、下げてあげて。うん。で、ちょっと人物を目立たせてあげたい。配置が一定のリズムになってしまうっていうことです。わかりますか？例えば、うーんって。
ポンポンポンってなってるんですよね、これ。で、なんやったら最後の一個ポンってなってるわけよ、これ。ね、うわーってなってるよね。ちなみに、指摘された人はこういうふうにダメージ食らいますから。はい、どうもこんにちは。うん、安倍の団子ってこと、じゃあ安倍の団子、なんか、安倍の団子ってコメント単に来ないけど、これ何やろな、ガチわからんわ。これ何これ。こういう絵の方が視線に動きが出るんですよね。まずここが、いっちゃん最初に圧倒的にここが目立つみたいな感じで、その後にこういうところを見ていくっていう風になるんですよ。でも、平坦やと、特に視線の動きが起きづらいんですよね。まずここが最初に目立つみたいな。うん、右の絵、これ見たときは、ああ、まあこういう感じかってなるけど、右の絵見た瞬間に面白すぎて椅子から転げ落ちて前歯折れますよね。だからそんな感じで、作ってあげたいよね、この波をね。雲ブラシをこう使ってあげると、またそこにも遠近感が生まれて、で、しかもこっからこういう視線になりますよね。こういう視線の、まあ、せっかくここになんか作ったんやったら、こういう感じで、ちょっと視線、なんか感じますよね。奥の建物で結構サクサク描いてましたが、完成まで持っていくのでしたら、あとどれぐらい書き込みますか？この後どれぐらい書き込むかなんですけれども、すべてを書き込む必要は基本的にないと思います。書き込むとしたら、優先度的にはまず、ここ。の次に、ここ。これ目立つとこ。この辺とかは、この、下の部分とかは、あんま書かなくていいです。で、ちょっともったいないのがさ、桜あるけど、この桜が、この後ろの背景と色が近くて、目立ちづらくなっちゃってるわよねっていう。で、花びらもちょっとこっちの方に飛ばしてあげても、ね、いい感じですよね、この辺にね。影ができたところに、やっぱこう、前後感をつけられるものですよね、こうやって。この人物のこのシルエット、ちょっともったいなくない？この傘で隠れてんの。うん。でも一応こうやって明暗さつけようと、してるんですよね。ここ見る限り。でももうちょっとやってもいい雰囲気やろなって。バンしてね。あんまりコメントせえへんドスコイサイトがめちゃくちゃキレてるから。なあ。バンしてねって。ここのコントラスト邪魔な気するんですよね。目立ってほしいのはこことここなんですよ。で、なぜ目立つかっていうと、こういうシルエットを見せるためのこの明暗のコントラストがあるからなんですよ、ここも。シルエットがすごい目立つじゃないですか、明暗のコントラストは。暗いところ、明るいところってあるから。で、それがここでも起きてるんですよね。で、ここって特に何にも起こってない場所なんですよ。そう、だから、この辺は、消していいっていう風な判断基準になると思います。難しいよね、多分。ですよね。こういう黒背景の、暗い背景の上にこういう白いものを置いた方が目立つっていう風に言いましたけれども、それは
それを本当に使いたい場所って多分刀なんですよね、これ。刀をここに、こういう角度で置くんじゃなくて、こっちに、こう。こう置いた方が、こういう感じで、多分刀が目立つんですよね。こっちより、こう置いた方が。あと、この辺のごまかしがちな、ここね。ここを、多分、丸すぎ。こう削るとこはこう削ってあげてとか、こうやってこんな感じで。削るとこは削ってあげて、私は鳥とかね、この、飛ばせたこの辺に飛んでても視線誘導にもなるでしょうね。と、こちらのイラストを少し変えまして、こうさせていただきましたよ、というお話でした。一番大きく変わったのは、なんでしょう、視線の集まり方。おそらく、画面右に一番最初に目が行くようになったんじゃないかなって。で、画面右に目が行った後に、あ、ここになんかお城がありますね、と。そういう風な動きが作れたらな、という感じのイラストアドバイスでしたよ、と。こういう感じで修理図を書いてね。